カベコスペシャルにクリップをつけていきましょう。今日は別売りで販売されているカベコスペシャルペンシルに対応したクリップを Amazon で880円で購入したので、そちらの方を実際につけてみたらどんな感じになるのかだったり、どのように書き味が変わっていくのかについて皆さんにご紹介していこうと思います。クリップはご覧の通り歴史を感じるゴージャスなデザインとなっております。カベコスペシャルに対応したクリップはおそらくシルバーのみのラインナップとなっております。それぞれの面には文字が書かれていて結構ごちゃごちゃとしたようなデザインなんですけれども、つけてみるとどんな感じになるのか気になったので早速つけていこうと思います。キャップを外して自分の好きな面につけることができます。八角形の軸にフィットするようにつけないといけないので、ちょっとつけ始めは難しかったりするんですけれども、一度はまるとスムーズにつけることができました。カベコスペシャル自体はアルミニウムに黒クロームメッキが施されたボディとなっているので、表面はツルツルとしていて、そのおかげで結構スムーズに動きやすくなっているんじゃないかなと思います。実際につけてみたんですけれども、最初はデザインに違和感がありますね。カベコスペシャルはクリップがついていなくて非常にシンプルなデザインというのが自分の中のイメージだったんですけれども、クリップがついていることでなんだか見慣れない感じがしますし、ツヤが抑えられたボディにキラキラとしたクリップがつくことによってより高級感が増したなという印象を受けました。側面にはジャーマニーとカベコのロゴマーク、それからシンス1888と書かれております。1888年に設立されたブランドとなっていて、一回倒産してしまったんですけれども、現在は復刻されたブランドでかなり世界中で愛されているブランドとなっております。非常にシンプルな本体に装飾が付け加えられた感じで、クリップが際立って見えますね。最初からあえて別売りにしているということで、クリップをつけると指に当たってしまうんじゃないかなって思ったんですけれども、持ってみるとちょうど当たらないような位置にあるので全然ストレスなく握ることができました。ただ一つすごく残念だなと思ったところがありまして、カベコスペシャルの黒クロームメッキというのが非常に剥がれやすいんですよね。クリップをつけると軸のエッジの部分がすぐ剥がれてしまいました。傷をつけたくないと考えている方はこちらのクリップをお勧めできないかなと思います。ただずっと使っていくと結局いろんなところが剥げてくるのであんまり気にならなくなると思いますし、これはこれで使い込むといい味になるんじゃないかなと思います。重心バランスについてクリップをつけた場合と外した場合でどれだけ違うのかを見ていただきたいんですけれども、こちらがクリップをつけたバージョン、そしてクリップを外すとこんな感じで結構クリップをつけることによって重心が高くなっているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。クリップの重量は 3g となっていて、たったの 3g なんですけれども、ペン本体の重量がわずか 15g となっているので、15g のペンに 3g のクリップを付け加えると大きく重心が変わるのは当然かなと思います。以前亀の子渡しさんが動画で紹介されていたんですけれども、こちらのペンはグリップにも付けることができて、パイロットのキャップレスという万年筆みたいに握ることができます。黒クロームメッキの軸は汗をかくと結構滑りやすくなっているので、こちらにクリップを付け加えることによって滑り止め効果というのは結構上がるんじゃないかなと思いました。ただやっぱり握ると結構違和感がありますね。万人受けするような握り方ではないかもしれないんですけれども、動画の一番最後に実際にこの持ち方で書いてみた感想を紹介しているので、ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。実際に書いてみたんですけれども、クリップがない時と比べると書きやすさはそんなに大きくは変わらないんですけれども、それでも違いがわかるかなといった印象を受けました。もともとクリップがないバージョンっていうのはすごく絶妙な重心バランスとなっていて、すごく書きやすかったんですけれども、クリップが加わったことによって若干重心バランスが悪くなってしまったかなと思います。書きやすさを求めたいならクリップがない方が個人的にはお勧めできるかなと思います。ただたった 3g しか変わらないのに書き味が全然違うんですよね。なんでこんなにも書き味が変わってくるのかなっていうふうに考えたんですけれども、それには結構面白い驚きな理由がありまして、クリップがないバージョンですとキャップと軸の間に隙間ができてしまってカタカタと振動してしまうんですよね。音は聞こえないんですけれども、書いてみると少しだけ振動を感じるので少し軽い書き味になってしまいます。それに対してクリップをつけると、クリップによって軸が締め付けられてキャップと軸の隙間が小さくなってくれるんですよね。
それによって書いた時に全く振動を感じなくなりますし、それに加えて重量が増したことによってさらにしっかりとした書き味になりました。元々の書き味も自分はすごく好きだったんですけれども、個人的にはクリップをつけた方が書き味は好きですね。正直この動画はクリップをつけるだけなので、ただ単に重心バランスが高くなって書きにくくなるだけなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、実際に書いてみると思った以上に書き味が違ってくるので、そこはかなり驚きました。クリップという小さいパーツなんですけれども、それがあるかないかで書き心地というのが大きく変わってくるっていうのは本当に面白いですよね。どれだけ小さいパーツであっても一つがあるかないかだったり、材料の違いによって書きやすさとか書き味が大きく変わってくるっていうのは、改めて文房具は奥が深いなっていうのを感じます。こちらのクリップは特にカフェコスペシャルに高級感を出したいという方だったり、書き味を良くしたいだったり、手帳やペンケースに挟んで使いたいという方にお勧めできるんじゃないかなと思います。試験だったり長期筆記とかでなるべく書きやすいペンを使いたいという方はクリップがない方がいいかなと思います。クリップをつけなくてもキャップにテープを巻きつけることによって簡単に振動を抑制することができるので、もし軸とキャップの振動が気になるという方はテープで試してみてください。ただ値段が高いというのが本当にネックで、本体価格が5000円プラス消費税、そしてクリップが800円プラス消費税もしてしまうので、クリップだけでそこそこいいシャーペン1本買えてしまうんですよね。そこは慎重に選んでいただきたいなとは思うんですけれども、そもそも5000円もするカフェコスペシャルを買われる方は金銭感覚が鈍っているっていう方が多いと思うので、800円のクリップもそこまで高くは感じないかもしれないですね。そして最後におまけなんですけれども、クリップにクリップをつけて書いてみました。クリップのせいで指が固定されてしまうので、ペンを回転させることができなくて、芯の型べりというものがどうしてもできてしまうので、線が太くなってしまいます。ですが先ほども言った通り、滑り止め効果がありますし、もともと重心が低いカフェコスペシャルに加えて、クリップが加わることで重心が低くなるので、この持ち方に慣れると本当に書きやすくなるんじゃないかなと思います。ただこの持ち方に慣れるまで耐えられるかという問題があると思うので、なかなか難しいところはあるかなと思います。もしこちらのクリップを買った際は試してみても面白いんじゃないかなと思います。ということで今日はカフェコペンシルスペシャルに別売りのクリップをつけてみたという動画でした。ただクリップをつけてみただけなんですけれども、いろいろと面白いことを知れたので自分としてもすごく勉強になりましたし、文房具は奥が深いなと改めて実感しました。Twitter と Instagram もやっています。10万人突破したら銀の盾を皆さんに紹介していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。